私は起業をしてよかったなっていうふうに思ってます。皆さんこんにちは、ヤッホーセーラです。今日はですね、冬の寒い、しかももう5時になったら日が暮れる時間になっちゃって、日が暮れそうなんですけど、なんか外から撮りたいなと思ってパレロワイヤルにやってきてみました。今日ね、話したいと思ってるのは、20代のうちにやってよかったことっていうことについてお話ししていきたいと思います。ちょっと寒いのでチャイラテを飲みながら話したいと思います。まずこの間私は30歳になりまして、想像してた30歳とは全然違うなっていう感じなんですけど、カフェキツネでチャイラテを頼みました。しかも寒いから鼻水がちょっと出てるんですけど、お許しください。anyways, I'm gonna talk about20代のうちにやってよかったことで、ライフスタイル編と仕事編に分けてお話ししたいなと思ってます。で、ライフスタイル編の一つ目としては、やっぱり海外旅行に行ってよかったなって思ってます。私は高校生の時に1年オランダに留学していて、でその後大学生の時に高校生の頃からの親友とヨーロッパを 1ヶ月ほどかけて周遊したりとか、あとはそれこそね、台湾とか東南アジアとか何カ国だっけな、10何カ国、後でちょっと整理していくんですけどに旅行に行ってます。で、私は途上国っていうようなところに行った経験は実は少なくて、本当はもう少しそういうところに行ってみたりとか、あとは南アフリカ、ケニアとか、あとはヨーロッパのもうちょっと下の方のトルコじゃないわトルコとかモロッコとか、中東とか、そういうところもまだ行ったことがないので、世界の中でまだまだ行ったことない国もたくさんあるんですけど、でもやっぱり日本ってある種人口も多いし、日本の中だけで、島国だし日本の中だけでいくらでもやっていけると思うんですけど、だからこそ少し閉鎖的になってしまったりとか、日本だけの当たり前みたいなのができてしまったりするので、そういう意味では海外に行って、海外の人はこういう風に考えるんだっていうことを知れたりするし、なんか工事の車両が来た。ちょっと待って。そう。あとは逆に日本のいいところを知ったりとか、あとは私日本のこと全然知らないやっていうことも知れたりするので、海外に行くっていうことは視野を広げるっていう意味で本当に一番やってよかった経験だなと思ってます。で、2つ目は恋愛をするですそう、恋愛に関しては大人になるとやっぱり分かりやすい、自分の生活がかかってることが明確に分かるようになるので、分かりやすいスペックだったり、あとはその限られた時間の中で出会うっていうことで条件で考えてしまうようになると思うんですよね。で、それはある種仕方のないことなので、そこにこだわりすぎるのは良くないとは思うけど、必要なことかなとは思ってます。でもその上でよく私の周りで耳にするのは、ちょっとこの人でいいのかなっていう確信が持てないみたいな話をよく聞いたりするんですよね。で、すごい私もそれ分かって、実は10年ほど付き合ってる彼がいて、今でこそもうなんかこの人とできる限り、生きてる限りは一緒にいたいなって今は思ってるんですけど、やっぱりその確信がなかった時期はあったんですよね。で、その時に適度に周りを見渡すことは私はすごく大事だと思っていて、世界中の人を合わせると何十億人っていて、全てを見て回ることはもちろんできないけど、でもなんか周りを見渡して、でやっぱりそれでもこの人がいいなっていうなんか自分の中での確信みたいなのが持てたら、やっぱりそれはなんか強い絆になるのかなっていうふうに思うので、浮気とかはもちろん良くないけど、自分が確証を持てるために検証するみたいなことは私は重要だと思ってます。で、3つ目が大学っ
で一生懸命勉強するっていうことです。もし大学生の方がもしいたらぜひ耳を貸してほしいんですけど、私はやっぱり私自身の思考力っていうのは大学時代に鍛えてもらったなっていうふうに思っていて、私の大学はね少し特殊なところだったので、いろんな考え方とか自分で問題を発見して自分で問題を解決するっていうような教えの大学、総合政策学部的なところだったので、そういう考え方だったんですけど、そうでその時にそういう地頭力みたいなのをすごい鍛えてもらえたなと思ってて、毎週たくさん本の課題が出されて正直読み切れてなくてネットで検索して要約だけ把握したりしてた時もあったし、私は別にそんなに勉強が得意っていうタイプじゃないので、大学の中では別にそんなに上でもないし、どちらかというと落ちこぼれに近いような存在だったかもしれないんですけど、でもそれでもやっぱりなんとか必死に食らいついていこうっていう風にした経験はすごく大きかったなっていう風に思ってて、なのでそういう風に勉強する、頭を使う練習をする、地頭を鍛えるってことはすごく重要かなと思ってます。というところがライフスタイル編でした。はい。で、仕事編に参りたいと思います。仕事編は1、2、3、4、5、6たくさんあるんですけど、について話していきたいと思います。簡潔に話します。20代のうちにやってよかった1つ目は、学生のうちにいろんなところでインターンシップをするっていうことです。私は沖縄から大学に出てきていたので、その大学まで行かせてもらってる以上、自分が楽しく働けるところに就職したいっていうふうに思って、その学生の間の4年間を結構必死にいろんなところで働いた経験をして、自分が納得する道を見つけようっていうふうに思ってたんですよね。でそれですごい良かったなって今改めて振り返って思うことは、やっぱり大人になってどこかの一つの会社に就職すると、その会社しか基本的には見えなくて、取引先とかもあったりするけど深く知ることって結構難しいんですけど、でもその学生のうちっていろんな会社の社風だったり、あとはそのビジネスモデルだったり、その中にどういう人がいるのかっていうことを知れたりするので、すごくそれはやっぱりインターンシップじゃないとできない経験だったと思うし、そうですね、視野が広がるいい経験だったなというふうに思ってます。はい。で、2つ目としては、社会人としての基礎力をつけるっていうことと、専門性を高めるっていうことを20代のうちにやっていてよかったなって思ってます。で、基礎力をつけるっていう意味でいくと、日本の会社は比較的やっぱり新卒採用っていうものをしてるので、社会人としてのスキルを上げてくれるような経験をたくさんさせてくれると思うんですけど、やっぱり例えばそのまま社会に出た方よりも、そのビジネスとしてのなんて言うんでしょう、ある程度のルールみたいなこととか、礼儀正しさみたいなことを知ってるので、それはやっぱり信用してもらいやすいなっていうふうに思ってます。で、やっぱり新卒1年目の頃は本当にたくさん泣いてたくさんできないことがあって、なんか自分に期待をするからこそ悔しい思いもたくさんして、なんか資料とかも全部ゼロから上司に直してもらったりとか、いろんな経験を本当にして、本当にその時の上司には本当に感謝してるんですけど、そういう経験をできてよかったなっていうふうに思ってます。専門性をつけるっていう意味でいくと、私はまだ30代に入ったばっかりなので、まだ分かりきってないところもあるけど、でもなんかやっぱり若さで許されるのって比較的20代までだったのかなと今勝手ながら思ってます。違ったらごめんなさい。だからある種社会人何年目だとしてもいっぱい失敗したりとかしてもいい。もちろん30代になってからも全然していいと思うんだけど、でもその間になんか専門性とか、私はこれをできるっていう風なことが明確になってると、30代に入ってからでもたくさんいろんなことにチャレンジできたりするのかなって今は思ってます。で、私は30歳になるタイミングでこのワーホリに来てるんですけど、そのデジタルマーケティングだったり SNS のマーケティングっていうことを一つ私はこれはできるっていうふうに言えるので、フランスでも仕事の幅がすごく広がっていて、ベーシックなアルバイト、パートタイムジョブじゃないお仕事をさせていただけるっていうのはやっぱり専門性があるからこそだなっていうふうに思ってるので、
なのでそれはぜひできたら皆さんにもやってもらえるといいなと思います。待って、真っ暗じゃない？本当にちょっとこの時間に撮影をするっていうのはいいアイディアじゃなかったようなんですけどまあせっかくなので冬のパリをね見てもらおうと思って、11月の5時はこんな感じです。これはいろんなところで最近言ってるんですけど、 SNS をやってて本当に良かったなっていうふうに思ってます。はい、本当にやっぱり対面で会うだけじゃない人にたくさんお会いすることができて、リアルのコネクションだけだったら出会えなかった人にたくさん出会えてますし、それこそフランスのお仕事も実は SNS を通して機会をいただけることが多いので、なので本当に私は SNS の恩恵を受けて生きられてるなって感じてます。で、それは必ずしもフォロワーが多いっていうことではなくって、なんか最近はねもう SNS が名詞として使われるというふうに思うので、どういう人で何を大切にして生きていてっていうことを発信していたら必要な人に届くというふうに私は考えてるので、なのでそういう意味でやってよかったなっていうふうに思ってます。で、5つ目としては、5つ目6つ目 ?1、2、3、4、5、5つ目。5つ目としてやってよかったことは、私は起業をしてよかったなっていうふうに思ってます。今振り返ると、正直もう一社ぐらい、経験してもよかったなとか、してもよかったなって言うとおこがましいですけど、もう一社ぐらい経験して自分の底力上げたかったなとか、他の部署で働く経験をしてもよかった、させてもらえてもよかったなっていうふうに思ってて、ちょっと私は行き急いでた部分があるなって正直今は思うんですけど、でもやっぱり雇われているっていう立場だったら見えなかったことが起業して見えるようになったなっていうふうに思っているので、なのでそのビジネスの全体像を理解するっていう意味でも、そうですね、あと税金関係とか、そのどういうふうに社会が成り立ってるのかっていうことを本当に知るっていう意味でも、やっぱり起業はしてよかったなっていうふうに思ってます。限られた自分の人生なので、やっぱり時間っていうものが正直いつ終わるかもわからない中であるっていうふうに思ってるので、私は今この瞬間にやりたいと思ったことをやれる状態にしておきたいなというふうに思ったので起業してるんですけど、でもそれ以外のメリットも本当にたくさんあったなっていうふうに思うので、起業はおすすめです。で、最後に本当はもっとやっておけばよかったっていうことを2つ紹介したいと思います。で、1つ目は英語をもうちょっとやっとけばよかったなって、なんかこっちに向かって手振ったかな、もうちょっとやっとけばよかったなって正直思ってます。グローバルな人材に太刀打ちしようとするとやっぱり全然私の英語力は足りなくて、で社会人に入ってから海外に住むなんて思ってもなかったので、英語力を高めようとはキープしようとは思ってたけど、高めようとは思ってなかったんですよね。でもいざやっぱちょっと行ってみようかなと思ってフラッと来てみた時に、自分の実力のなさをすごい感じているので、そうなのでやっぱり必要性に駆られないと伸びないっていう前提は分かりつつも、でもやっぱりブランクが大きいなっていうふうにも同時に感じるので、なのでもし時間があっていつか海外に行ってみたいなっていうふうに少しでも感じてる人がいたら、ぜひ英語力はビジネスレベルまで上げるっていうのはぜひやった方がいいなって私は思います。数年前の私にアドバイスしたいですね。なんかやっぱりある種日本の中って特殊な環境なので、日本の中で喋れるっていう立ち位置だと国際社会では通用しなかったりやっぱりするじゃないですか。私はちょっと日本の中で喋れるっていうことにあぐらをかいてた部分があったなって今正直思ってるので、そうで、特に大学に入ってから本物の帰国子女とかを目にして、この人たちにはかなわないと思って違うフィールドで戦うことを決めたんですけど、やっぱり必要だったなと思うし、私がもし子供に教育するとしたらやっぱりそこは本当にネイティブレベルまで喋れるようにしないと仕事っていう意味では
使えないなっていうふうに思うので、どんどん枕になっちゃった。そう。まあとりあえずそんな感じで英語大事だよっていう話でした。で、ラストが、あとは友達を作るっていうことですね。で、社会人になってそれこそ先ほどお伝えした基礎力を上げるとか専門性を高めるみたいなことと同時に、やっぱり一つの会社にだけいるとその視野がすごく狭くなってしまうので、その違う業種の人にお会いするとか違う会社の人とお話しするっていうことで視野を広げることがすごく大事だなっていうふうに思ってます。そう、大人になっていくと必然的に自分の心地よい人間関係だけが残りやすくなっていて、でそれはそれですごくいいことだと思うんですよね。生きやすくなるので。なんですけど、でも本当に同時に心地よい人間関係だけにしていると自分が頑固親父みたいになってしまうリスクがあるなっていうふうに思ってるので、今はちょっとの冒険とか少し不快っていうのかな、心地が良くない人間関係とか環境にも飛び込むことっていうことが大事だなっていうふうに思っていて、で私はそれこそアラサーでこのパリに来て、そうすごい緊張するような環境に飛び込んだんですけど、得るものが本当に大きかったなっていうふうに思ってるので、なので20代の若いうちにどんどんそういう経験をできるとより良いのかなっていうふうに思ってます。ということでね、本当に真っ暗になっちゃってライトも持ってきてなくて画質が悪くて本当に申し訳ないのですが、パリのリアルをお届けしましたということで、皆さん最後までご覧くださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。セイラのパリ暮らしは続く。次はそれこそ私がやってきた英語の学び方とかもちょっと喋りたいなと思って、それ英語で撮る動画っていうのにもチャレンジしたいなと思ってるので頑張ります。バイバイ。